今回は、矢倉戦における、桂馬を使った手筋について、解説していきたいと思います。今ですね、この局面は、後手が矢倉囲いを組んでまして、先手はこの飛車ですね。はい。飛車があって、この2五の地点に歩を伸ばしているという状態です。で、持ち駒は銀と桂を持っています。はい。この飛車と歩、そして、持ち駒の銀桂を使っていかに、相手の矢倉囲いを崩すかを、考えていきます。はい、ですね、ここでですね、ぜひ覚えていただきたいのは、ここで2四桂ですね。はい。ここの地点に桂馬を打つというのが、矢倉、の、手筋の、一つになります。はい。この桂はですね、次に、この金ですね。この3二の金を狙っています。で、この金を、取られてしまってはまずいので、金を逃げるか、この桂馬を取るかを、後手としては考えないといけません。普通に考えるとですね、もう歩で桂馬を取れるので、これで後手が得したかのようにも見えるんですけれども、ただですね、これを同歩と取り返しておくことによって、後手のこの、玉頭にですね、この2四歩というこの拠点を作って攻めていこうという、そういった桂馬を犠牲にしてですね、2四の地点の、拠点を作ろうという狙いがあります。次に、狙いとしては2三銀と打って同金であれば同歩成となって王様が引いて3二金までの詰みという、はい、こういった詰み筋があります。ということで、この局面ですねの時に、後手は2三銀と打たせてしまってはまずいです。ということで、対処法を考えるんですけれども、対処法は、基本的には3つあると考えてください。1つは2三歩と打って、先ほど打った2三銀を打たせないようにする手ですね。はい、これは同歩成と取って同金となって、これで1回局面が落ち着きます。はい、でこうなってみると、先ほど持ち駒に持っていた桂馬がこう相手の駒台に乗っていますので、これ桂馬1枚損してしまったんではないかというふうに思うかもしれないんですけれども、ただこれが、金がですね、3二にいた金がこのようにこう2三金と上ずりましたので、これである程度こう後手陣を崩したっていう考え方ができます。矢倉囲いのですね、強さが、弱体化したということですね。3二に金がいるときは、例えばですね、こう飛車が打たれても、この3二の金がいますので、飛車の横からの攻めに対して、強かったんですけれども、ただ、2四桂とですね、はい、打って同歩同歩、2三歩と、はい、同歩成同金とですね、はい、こういった局面になった時に、はい、この側面からの攻めですね、金が上ずったので側面からの攻めに弱くなるということがあります。はい、具体的に言いますと、例えば先ほどに飛車があると、このすいません、この局面ですね、あったとすると、この局面で2三歩と打つことはできません。はい、もちろん、同歩成に同金とは取ることができないからですね。はい、この飛車でこの王様を取られてしまいます。はい、で、ですね、飛車が仮にこの1段目ですね、1段目にいた時はどうなのかと言いますと、この時も、2三歩と打つことはできません。同歩成同金に、これは覚えていただきたい筋なんですけれども、2一飛車成という筋があります。はい、これで王様を下段に落とすと、この2八の飛車で金を取ることができて、2二歩に3二金という詰み筋があります。はい、ということで、1段目とか2段目に飛車がいるときはこう2三歩といった受けは、効きません。はい、でですね、この局面での受け方が、
3つあると言いましたが、1つは2三歩で、2つ目がですね、3一桂という受け方もあります。はい、これは、純粋にこの3一の桂馬を2三の地点に利かせることによって、後手は、2三の地点に利いている駒はこの3一の桂とこの2二の玉、そして3二の金の、3枚で守っているということになります。一方で先手はこの2八の飛車と2四の歩が、2三の地点を攻めている駒になります。で、現在3対2なんですけれども、ここで、銀を打ち込むとこれで3つ目の駒ですね。で3対3になるんですけども、ただ3対3ですと、同じ、駒数ですと、先に、攻めていった方が1枚少ないという計算になります。同桂同歩成同金と取って、これで局面が一段落しますね。はい、ということで、ちょっと2三銀と打ってしまうと3一桂と打った手が非常に守りに効いてきますので、ちょっとうまくいきません。ただ、先ほども言いましたように、飛車がですね2段目にいたりすると、やはりこうですね、はい、王様を取ることができますので、やはり同じ2三歩の時と同じように 3一桂と受けることはできません。1段目にいる時も同様です。はい、次に2一飛車成同玉2三飛車成という、詰み筋があると言いましたが、3一桂と打った時も同様にこの筋が、存在します。でですね、3つ目がですね、3つ目の受け方としては、この局面ですね。はい。受け方としては、これは2四同銀と取ってしまうんですね。で、これで同飛車と取ると、2三歩と打って2八飛車と引きます。はい。これで相手の手番になりますね。後手の手番になります。ただ、駒割りとしては、これは銀と桂馬の交換になりました。ということで、先手の方が少し駒得はしたんですね。はい、ただ、例えば終盤戦などでは、駒の損得よりも、スピードですね。相手の王様をいかに早く捕まえるかというスピードが大事になってきますので、はい、この局面で、相手の手番になっているということは、この局面で相手に攻めのターンが回ってきたということもできますので、終盤戦などではこの2四銀と取るような筋は非常に多く出てきます。はい、ということで、整理しますと、2三歩と打つか3一桂と打つか、2四同銀と取るかというのが、基本的な、後手の受け方になります。で、2三歩とか、こうですね、はい、2三歩とか、あるいは3一桂と、はい、打つ筋に関しては、飛車が1段目とか2段目とかですね、あるいは他の駒でもいいんですけども、なんかこう横から利いてる駒ですね、がなんかあった時には、非常に2三銀と打たれる筋も、注意しないといけないということになります。はい、で、最後にですね、2四桂に対しては、同歩と取る手を今解説してきたんですけれども、金を逃げる手もあります。はい、この金、3二の金を狙われてますので、この金を3一に逃げて、あるいは4二に逃げて、かわす手も考えられます。ただ、この桂がですね、ここの1、2の地点と3、2の地点に効いてますので、こうですね、ここの地点に効いてますので、先ほどまで非常に硬い櫓囲いだったんですけれども、1、2の地点、3、2の地点を相手の桂馬に抑えられてしまってますので、非常にこう囲いが弱体化したということで、金を引いたり金を寄ったりするのも、選択肢の一つとしてはあるんですけれども、状況に応じて、決めないといけないということですね。ということでですね、2四桂と打って、桂馬を打って、相手の櫓のですね、王様の頭上ですね、を崩しに行くという筋は、非常にこう櫓戦において、品質しますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。